皆様こんにちは。ジオラマ制作担当のアトリエモリジです。地理学出身で時々地理的エッセンスを加えたジオラマを作っています。今回は東急東横線、目黒線、玉川線の3路線が集結する玉川駅のジオラマをご紹介します。ジオラマは以前動画化していますが、その時とは違って追加工作を実施しています。かなりグレードアップしていまして、個人的には新作だと思っていますので、最後までお楽しみいただけましたら幸いです。動画はチャプター分けしていますので、チャプターもご活用ください。また動画の最後に皆様へのお知らせもございます。もしよろしければそちらもご覧ください。改良前のこのジオラマは猫パブリッシング社刊 RM モデルス2024年1月号に掲載していただきました。玉川駅は東京都大田区田園調布にある東急東横線、目黒線、玉川線の駅になります。私が川崎区に住んでいた時はウォーキングで何度も訪れていました。ホーム部分の高架橋の側壁がとっても印象的な駅で、春にウォーキングで来た時ってもう駅のそばの桜並木がすっごい見事でとっても印象的でした。玉川駅をジオラマ化するにあたって各ホームを取材しています。東横線のホームドアはクリーム色の壁にラインカラーの赤帯が入っていました。目黒線のホームドアは東横線よりも全長が短くって、ホーム端は柵になっていました。ホームドアのデザインは東横線とは違うものでした。ホームの端にはエレベーターがあって、その裏側には柵と屋根上に続くはしごがありました。線路のバラストは近代的なものになっていて、線路脇には天窓や複数の柵がありました。改札口は1箇所で、改札外のコンコースは広々としています。玉川線は地下に発着していて、ホームは地下にありました。そして一番の特徴はホーム柵があることでした。ホームの端には改札階へ続く階段があって、その端には列車の発車に関わる表示が出るんでしょうか、表示の機械がありました。線路に目を落とすと、ホーム部分はコンクリート同床なのに対して、トンネル部分はバラストになっていました。ホーム端からはさらに奥にあるエレベーター通路が長く続いているのが印象的でした。ここからは制作状況をご紹介します。制作編はプラン作成、地下ホーム工作、地上と高架の工作、そしてグレードアップ工作とチャプター分けしました。いやいや早く完成が見たいんだけどっていう場合も含めまして、チャプターをご活用ください。でも最後まで通しでご覧いただけましたらとっても嬉しいです。A4 サイズに近い幅 300mm× 奥行き 200mm のベースにジオラマを作っていきます。ジオラマを作るにあたって再現したいポイント6つに絞りました。1、高架ホームの特徴ある外壁。2、下りホームとエレベーター。3、駅の東口。4、高架下橋脚脇にある作業用通路。5、地下ホームとエレベーター。6、近所の桜並木。いやコンパクトなスペースにこれら全部再現するって結構ハードル高めなんですけど、高架ホームは下り線だけ再現すればなんとかジオラマ作れるんじゃないかななんてイメージしています。いつものようにまずは手を動かしてみます。まずは100均で見つけた青いジオラマボードを使って地下空間のイメージを確認します。画像のように少し斜めに線路を配置する案と、この画像みたいにベースと線路を平行にする案の2案を考えました。斜めに配置するプランは駒沢大学駅で採用したプランなんですけど、線路を斜めに配置する分視認性が低下してしまって、その視認性を確保するために地下空間をものすごく切り開いて広い空間を空けて視認性を確保しましたんで、そのあたりも含めて、あとこのジオラマなんですけど地下と地上の分割ショーなどもやってるんで、リンクを貼りますんで駒沢大学駅の動画もよろしければご参照ください。今回はベースサイズ、高さを考えて広い空間を取ることができないので、線路とベースを平行に配置することにします。地下ホーム階にはエレベーターも再現したいのとエレベーター通路も再現したいので、階段を思い切って省略して本来階段になる場所には壁を置くことにしました。玉川線のホームの側壁はかなり特徴あるデザインになってまして、これはしっかり再現したいなと思いましたので、カッティングマシンでプライターをカットして、一枚一枚分割した上で各色色を塗って、その塗ったものをプライターの上に塗装した部材1枚ずつ接着してます。立体感出せたのではないかなと個人的に思ってます。結構これ手間暇かかって時間かかったんですけど良かったです。その側壁をプライタで作ったトンネル壁に接着しました。
ホームは手持ちのトミックス製品の上にプラ板を貼ってます。トンネルの側壁はジオラマ断面のトンネル断面までを含めたカセット型の構成にしています。玉川線のホームはタイル模様なことと、実物同様にエレベーターの案内サインをホームに再現したかったんで、ここは当アトリエトレインのデザイン担当の吉天さんに持ちやということで、ジオラマ全体全てのデザイン担当をしていただきました。ありがとうございます。助かりました。トンネル側壁には可動性のホームに付属していた外資を設置して、このようにケーブル配線を再現しました。素材ちょっと覚えてないんですけど、だいたい 0.5 ミリぐらいのを使ってると思います。線路のトンネル部分にバラストを巻きました。バラストは、この時は会津バラストを使っています。津川陽光製のレンガ模様のシートとプラ板を使って、本来は階段になる場所に少しだけ厚みのある壁を作りました。いや本当はもっと分厚くしたかったんですけど、これちょっとギリギリかなって思います。データを印刷してパーツごとにカットしてエレベーター消火栓を作りました。立体感出したかったんでパーツを重ねて接着しています。地面をかぶせてトンネルになってしまうともう作業できなくなっちゃうんで、時刻機を設置します。ホーム柵を設置しました。玉川線ってホームドアじゃないのも印象的でした。プラパイプを使用してホーム柱を再現して人形を配置します。人形はにぎわいをイメージしながらドラマを考えて設置しました。天井から吊り下げられている看板類を製作します。線路の周りも今のうちに製作しておきます。機械箱周りもそれなりに作ってみました。ただなんだかあれなんで、後ほど作り直してますが、それはグレードアップ工作でご紹介します。地下の天井にもなる地上の地盤の裏側にはテープ LED を貼って天井照明にしています。蒲田行きの線路は視認性を重視して地上の地盤がかからないように少しずらしています。地盤をセットバックしたような感じです。トンネルを地下にセットして固定したら、天井にもなる地上の地盤を接着して東横線の線路プランを検討します。次に東横線の高架の高さを検討しました。20ミリのスタイロフォームを2枚重ねたんですけど、ちょっと高さが物足りなく感じます。そこでジャンクボックスにあった色々でかさ上げをしてみました。次に地盤のジオラマの断面の工作をします。私だけかもしれないんですけど、やっぱり側溝の断面とか薄い管の断面とかジオラマの断面で見えてるとニヤニヤしちゃいますんで、想像で適当に再現してます。駅の出口の前の通路はタイルになっていますので、札幌に住んでる時にウォーキングで訪れた模型店で購入したちょっとどこのメーカーのものかわからない格子模様のプラシートを使いました。高架橋のベースのコンクリート、作業用の通路、その作業用の通路はプラ板をわざと割ってボロくなった道路を再現しようとチャレンジしています。その作業用道路の入り口には扉がありますのでアレンジして再現しています。東横線、目黒線のホームはプラ板で自作しました。ホームドアはグリーンマックス製品に印刷したデータを貼っています。このタイミングでデータを使用する看板類を製作します。高架橋のベースと作業用通路のフェンスをプラ板、プラ棒、金属メッシュから作ります。フェンスを設置して遊び心で作業員さんの人形と自転車を置いてみました。こういう勝手な想像って楽しいんです。高架橋の側壁はエバグリーン製の 2.5mm の H 鋼とカッティングマシンで筋彫りしたプラ板を使用して作りました。実は後日交換しているんですが、それはグレードアップ工作でご紹介します。個人的に玉川駅の一番の特徴だと思っているこの高架橋の側壁、この鉄骨はエバグリーン製の 2.5mm の H 鋼を使用しています。まずは構造体をこの H 鋼で作ってから半透明の素材や側壁をはめ込みました。この半透明の素材なんですが、透明プラ板に白と艶消しをまぶして作ったんですけど、列車が透けて見える程度に調整するために何度もやり直した魂のこもった部品となっています。ホーム上の工作を進めます。エレベーターはプラ板を丸めて円筒形の部材を作って再現しました。ホームの工作を終えたらバラストを散布します。この段階では玉川線、東横線、目黒線の全ての線路は通電はするんですけど外部接続はできないっていうディスプレイ専用のジオラマとして製作を進めています。ホーム屋根の照明はテープ LED を収納するライトケースをプラ板で製作して、角棒を接着して作った屋根、この下に設置してます。
桜の木はミニネーチャーで再現してて、この桜の木の作り方は音声解説ではありませんが別動画にしてあります。よろしければご参照ください。なお動画はご要望が多いようでしたら音声解説でリニューアルいたしますのでお気軽にコメントください。架線柱は一部アレンジして設置してて、複線線の高架線が続いていることが想像できるように片側の柱をカットして透明丸棒に変更しました。またホーム屋根も透明丸棒で支えています。この段階ではジオラマの断面は地下線路の周り以外は黒塗りで仕上げています。最後に矢印マークで表示しているトンネルの断面に遊び心で鉄骨を再現します。駒沢大学駅のジオラマでも挑戦したこちらの鉄骨表現になります。鉄骨表現をしてジオラマが完成しました。ニヤニヤしながら100枚単位で画像を撮ってて、前回の YouTube 動画もこの段階で作ったんですけど、制作してから1年経ちまして、やっぱり外部接続したいのと、大変ありがたいことに多くの皆様から教えていただいた工作方法もありますので、ここからさらにパワーアップさせていきたいと思います。皆様には感謝しております。グレードアップのメインの工作は各線路の外部との接続工事になります。最初はちょっとバラストほじってジョイナーつけるだけみたいなお手軽工作のノリで取り掛かったんですけど、ところが各線路のジオラマの端のところ、この矢印のマークしてるところなんですけど、レールがジオラマの端まで行ってないんでジョイナーつけただけじゃ外部接続できないんですよ。高架部分に至っては高架橋の土台から取ってやり直さなきゃなくなって、そんなの無理だしってことで思い切ってレールの方を剥がすことにしました。もうこれ結構大変でした。高架橋のベースの工作ができないなら線路を伸ばせばいいじゃんっていう発想で高架橋からグッて線路を飛び出させています。地下の玉川線の線路も思い切って剥がします。蒲田方面の線路露出しててよかったです。旧三釜線時代は目黒方面行きの線路だったこちらの線路、これはもう剥がせるわけなくって、画像の反対側の田園調布側に至っては線路への給電ジョイナーも設置してますので、これ剥がしたらもう通電も何もかも終わる万事休すみたいな感じになっちゃうんで、一番苦手とする気合と根性を使って、蒲田側だけベースをえぐって、線路をやすって、このやすりも細かい作業だったんですけど、さらにそこにジョイナーつけて外部との接続を可能にしました。よくやったなと思います。田園調布側は通電するジョイナーがある関係でそのままノータッチにしています。これで新製品レビューの時ですとか地下鉄の車両があったらこの車両をこのジオラマに展示してご紹介ができるようになったんじゃないかなと思っております。ここからは地下ホームの追加工作をご紹介します。地下ホームの時刻表は以前は少し薄く再現していたんですが、少し厚みを持たせて作り直しました。塗装してから時刻表のシールを貼りました。できた部材をホームに設置します。画像に新旧を表示しましたので、その厚みの差がお分かりいただけると思います。違いの分かる男です。で、古くて誰も分かんないですよね。玉川線のホーム柵は支柱のない部分が経年で傾いてたので、支柱を立てて全体のバランスを調整しました。トンネル断面は線路工作の際に撤去しちゃったんで新しく作り直しています。こちらも前は薄っぺらかったんで厚みを持たせて重鎮感を醸せるように、また汚し方も愛木さんから教えていただいたんでその技法を使って再現しました。このトンネルの断面も少しはグレードアップできたんじゃないかなと一人でホフホフしています。玉川線の蒲田方面の線路のみ貼り直しましたので、今度は毛輪製のバラストを散布しています。このバラストすごいいい感じです。愛木さんから教えていただいた線路周りの汚しを早速試してみましたので、レール表面に付着した塗料を金属定規の先にヤスリをマスキングテープでぐるっと固定してヤスりました。試運転をします。なんでキハ40とかそういうのはなしでお願いします。以前はかなりすっきりした印象だった玉川線のトンネル区間をもうちょっと賑やかにします。まずはトンネル内の支柱です。当初は1本の円柱がトンネルの地盤からニョキッと生えているような感じでした。そこで一旦柱を撤去して、構造のことはよくわからないんですけど、いろいろな地下鉄乗ってると時々なんだか一段高くなってて、そこに柱が立ってるのを見た記憶があるので、一段高くして柱をもう一つ作って柱の本数を増やしました。次に
0.5mm のステンレス線を塗装して、三船スタジオの三船さんに教えていただいた手すり、これを接着して壁面の配線を作りました。そしてプラ板とプラ棒で適当に機械箱と配線を作って接着しています。配線ができたのでジオラマに接着します。追加工作なので接着がすっごい大変でした。慎重に接着はしたんですけど、結局何回かやり直しています。一旦撤去した機械箱にケーブルを再現するために 0.5mm のステンレス線を適当に曲げてカットしました。機械箱を再度設置して塗装したケーブルを接着します。地下線の目黒方面に向かう上り線は合体架線を再現してみます。本当は通常架線なのですがアレンジしました。加藤製品に付属のパーツをカットしました。架線はフレキ線路のレールをカットして塗装してから先ほどのパーツに接着しました。 0.2mm のピアノ線で架線を作りました。 0.2mm のピアノ線を手で曲げて超架線を作ってトロリー線と一緒にマスキングテープで仮止めをします。ハンガーは 0.2mm のピアノ線を長さに合わせてニッパーでカットします。この時部材が飛んでいかないように注意をします。カットをしたら瞬間接着剤をちょん付けしていきます。部材を接着して結構慎重に作業しました。で、後ほどこのハンガーの方に瞬間接着剤をつけるという風にやり方を変えています。全体が乾燥しましたらはみ出た部分をカットしました。なおハンガーについては表側と裏側2本ずつ留めましたが、果たしてこれが架線として正しい形なのかどうかは調べてないので分かりません。ただ見た目の楽しさってことと強度が持てるんじゃないかっていうことでやってみました。話が変わりまして、今私京急線の八丁畷駅のジオラマを制作してるんですけど、余分に作ってあった点検蓋がありますので、せっかくなのでこれを活用することにしました。プラ板で土台を作って 0.5mm のステンレス線をフィーリングなんですけどぐにゃぐにゃにしてジオラマに設置しました。なお線路の脇には追加で側溝も再現しました。以上が地下の追加工作になります。高架部分のグレードアップを実施します。この状態からパワーアップしていきます。玉川駅の高架線路脇には天窓があります。当時はその再現方法が思いつかなくって省略してたんですけど、たまたま駄菓子屋さんで買った爪楊枝で食べる水色の四角いお菓子、もちもちくんっていうらしいんですが、やっぱり運命の出会いってあるんですね。このもちもちくんのケースのマスを一つ切ることにしました。0.3mm のプラ板と 1mm 角棒でもちもちくんがフィットするような枠を作りました。塗装は何度か試行錯誤を繰り返してこのように天窓ができました。ジオラマの裏側って見る機会がないので黒塗りで仕上げて簡易的に仕上げてたんですけど、でもここを高架橋っぽくすれば新製品レビューの舞台として使えるんじゃないかなっていうことで改良することにします。グリーンマックス製の高架橋の側壁をあてがってみましたが、なんかいい感じです。欲を言えば開口しているコンコースはない方が良さそうです。同じくグリーンマックス製の高架橋脚、これをあてがってみます。決めました。これで作ります。玉川駅のコンコースの開口部の部分をカットして切り口を整えます。次に壁になる部材をプラ板から切り出して塗装しました。ジオラマに接着します。全然雰囲気変わりました。やっぱコンコースの部分をもうちょっとスタイリッシュにしたいです。カットしてあった橋脚の残りを使って蓋を作りました。少し隙間があるんですけど、あるのとないのでは全然違います。高架橋の下は木目シールを貼りますので、その土台を厚紙で作りました。両脇は今まで黒で塗りつぶしていたジオラマ断面に土の表現をしようと造形テクスチャーペイントを塗りました。ちょっとここの地質がいまいち分かんなくって、本当は地層の再現って検討してたんですけど、今回は地層の再現は見送ってます。接着剤を塗ってジオラマに接着します。せっかくですから両端の高架橋の断面もそれとなく作ってみました。なんかいい感じになってくれました。次に高架ホームの端をグレードアップします。
グリーンマックス製のビルのキットに付属するパーツではしごが再現できないか試してみたんですが、これいいじゃないですか。そしてはしごの裏側に来る柱を作ります。丸棒を使って作りました。ここに柵とはしごを接着して完成させました。線路にバラストを散布して固定したら、今度は立体感が気になってた高架橋の側壁を撤去します。高架線の線路を地下線の線路と同じ要領で塗装をしました。カッティングマシンで毛がいて板目をつけていたんですが、それを一枚一枚折ってプラ板の上に接着して、裏側にはご覧のように細く切り出したプラ板を接着して塗装しました。側壁を1枚ずつカットして元に戻せば完成です。ホッチキスの針を用意します。細く切り出したプラ板を塗装して 0.8mm だったと思うんですけど、ピンバイスで穴を開けました。何かの虫みたいにも見えますけど、ホッチキスの針をプラ板に接着して柵を作りました。架線を張ります。まずは外紙の部分にゴム系の接着剤をつけます。次に架線を慎重に接着していきます。この時にハンガーが取れたりしまして、その都度架線を外して補修をしてからやり直しをしています。こんな感じに仕上がりました。最後に架線柱の上の電線をつけて完成になります。ジオラマが完成しましたので、ここからは完成したジオラマをご紹介してまいります。完成編は各セクションごとと夜景にチャプター分けしました。また最後にはおまけとしまして、いろいろな車両をジオラマに展示した映像を収録しましたので、よろしければ最後までお楽しみください。それではジオラマの正面をご覧いただきます。このジオラマではウォーキングで見てきた見事な桜並木をぜひともジオラマ化したくって、本当の玉川駅には桜はないんですけど、アレンジして桜を植えました。地下の玉川線ホームとトンネル、地上の桜並木と玉川駅の東口、特徴ある高架橋の側壁など、再現したい要素すべてを再現することができました。ジオラマの武蔵小杉側の東横線目黒線の断面です。なんとなく高架橋がイメージできるような断面に仕上げました。同じくジオラマの蒲田側の玉川線の断面です。トンネルを想像できるような断面にしてて、少し厚みを持たせましたので、どっしりとした安定感を感じれるように仕上げています。今度は反対のジオラマの田園調布側の東横線目黒線の断面です。駅の断面になってまして、駅に停車する電車の迫力ある映像が撮影できそうです。こちらも高架橋を想起させる作りにしました。地下の玉川線の田園調布側の断面です。こちらもホームの断面になっていて、玉川線の電車に限らず地下鉄の電車がホームに停車する姿が楽しめそうです。ジオラマの裏側になります。地下にあたる部分は木目シールを貼りました。地上の部分は高架線を想起させる仕上げをしていて、正面から見た時は玉川駅の複々線が想起できるようにこちら側を調整しています。この裏側単独でも汎用性のある高架駅や高架線として見ることができるように蓋を作って、一つのジオラマで何度でも楽しめるように工夫しました。それではここからは東横線と目黒線の高架のホームと武蔵小杉方面に伸びる高架の線路をご紹介してまいります。東横線と目黒線は駅を出るとカーブをするのですが、ジオラマに収まるようにアレンジをしています。また地上部分に再現した桜並木もいいアクセントになってくれました。桜並木はこのように高架橋の高さぐらいの大木で再現していますので、風情のある光景を楽しむことができます。また駅の出入り口以外のジオラマの横いっぱいに桜並木を再現しましたので、角度を変えても高架線と桜を楽しむことができます。このジオラマで一番再現したかったところで、なおかつ一番大変だったところがこの側壁です。なんとか形になってくれました。制作編でもご紹介しましたが、この壁の半透明の部分は何度もやり直していますので、こうして完成した姿を撮影できるっていうのはとても感慨深いです。特にこの半透明の部分は
電車が透けて見えるように何度も調整しましたので、実際にこのように電車が透けて見えてくれて一安心です。本来は複々線のこの区間なんですが、ジオラマではスペースの関係で複線で再現しています。その際に奥に線路が続いていることが想起できるように、架線中の柱は片方をカットして、さらに奥があることが想像できるようにしました。玉川駅の現地調査で印象的だった柵もそれなりの雰囲気が楽しめるように再現しました。もう一つ印象的だった天窓は、場所、数量、形状など様々にアレンジをしながら雰囲気が楽しめるように作れたのではないかなと考えています。天窓のすぐそばにはホームの終端部が来てまして、そのホームの端っこには坂通ギャラリー製のフェンスでホームの端にある柵を再現しました。またホームの屋根に登るためのはしごもいいアクセントになってくれました。東横線と目黒線の武蔵小菅方面行きのホームもかなりアレンジをして、エレベーターとホームドアの間を詰めてジオラマに収まるように作っています。エレベーターの前には見方によっては海外出張の男性と武蔵小杉に買い物に行く別なご家族がエレベーターに乗ろうとしている。また見方を変えると、国際結婚した女性がこれから海外の男性のご実家に遊びに行く姿で、海外からおじいちゃんとおばあちゃんが迎えに来てて、おじいちゃんが荷物持ちをしてるとか、見る人に解釈を委ねるような人形配置をしました。ホームの長さは18メートル級の車両が1両停車できる20メートル級だとギリギリ1両かなっていう程度の長さなんですけども、人形の配置は数はかなり意識してまして、本来ホームの端なんでそんなに人多くないはずなんですけど、少し多めに配置してます。ホームの端ではありますが、思いのほか迫力がある映像を撮影することができて、動画を編集しながら正直想定外でしたので驚いています。また同じく想定外だったのが、撮影時は気づかなかったんですけど、動画編集のためにパソコン開いたら半透明の側壁に電車が反射していて、おってなりました。玉川駅の高架ホームの特徴をジオラマにそれなりに再現することができたんではないかと思っております。ここからはジオラマの地上部分をご紹介します。地上には近所の桜並木をアレンジして再現してて、ジオラマの横いっぱいに桜が咲いているのが特徴です。また桜は散り始めた姿を再現しています。このジオラマで一番再現したかったのがこのイメージになります。ジオラマではこのようになりました。いろいろとアレンジはしましたが、玉川駅らしい雰囲気をジオラマに再現できたのではないかと個人的には思っております。東口の出入り口は広い印象でしたんで、私が受けた印象をそのまんまに模型化しました。通路の注意看板も再現しています。コンコースにもにぎわいが感じれるように人形を配置しました。駅を訪れるさまざまな人々でにぎわっている姿を再現してて、桜をバックに記念撮影をする学校帰りの学生さんたちや、仕事の電話がかかってきたのか人の少ない扉の前で電話をする人、桜を楽しむカップルなどさまざまなドラマを再現しました。東口の脇には東急の作業用の通路がありますので、ジオラマでもいろいろとアレンジして再現しました。入り口の扉は形を変更してジオラマの見た目のアクセントになるようにしました。作業用通路はフェンスの内側にあって、そのフェンスには遊び心で点検用の扉を想像で設置しました。そして画像ではものすごく分かりづらいのと、現地にはなかったんですけど、作業用通路の扉の内側にはゴミ置き場を作ってゴミを置きました。こういうアレンジってめっちゃ楽しいです。ちなみに作業用通路なんですけど、せっかくひび割れとか再現したんですが、そもそも論で桜並木でほぼほぼ見えなくなっちゃいました。作業用通路のフェンスの外側には境界杭を設置しました。矢印の先にある灰色の柱のてっぺんが赤く塗られているのが境界杭で、あんまり目立たない小物なんですけど、あるとジオラマの説得力が増しますので、最近のジオラマではほぼほぼ設置しています。作業用通路のフェンスの外の一般用通路の地下には雨水管と側溝の断面を再現してまして、ちょっとにやりとできるように、いやでもにやりとするの私だけかもしれないんですけど、想像で作りました。
薄い管と側溝はもちろん反対側の断面にも再現してまして、こちらに薄い管と側溝の断面を再現しています。ジオラマの裏側にも高架橋脚を再現しました。多摩川駅として楽しむ場合はこのままでいいんですけど、他車線の車両の撮影ですとか汎用性を持たせる場合にはコンコースが見えない方がいいので、簡易的なんですけど蓋を作りました。この蓋なかなかの優れもので、他車線の車両を展示する時だけでなく多摩川駅としてもそれなりの見栄えですので、これから先なんだかいろいろと活躍してくれそうな予感がします。地下の多摩川線のご紹介をします。多摩川線のある地下空間もジオラマに収めるために様々にアレンジしました。本来ならこの場所はトンネルの空間になっている場所になりますが、そこに多摩川線のホームの一部を再現して、本来ホームの端にあるはずの階段を壁に変更してスリムにしました。そしてその奥には現地のようにエレベーター通路を作って、さらにトンネルの空間も再現しました。ジオラマの断面にはトンネルの断面も再現しています。多摩川線のホームは島式ホームになっていて、左手がメインで使用される5番線、右手がラッシュ時を中心に使用される6番線です。日中は例外を除いて5番線からの発着なので、日中を想定したジオラマということもあり、発車案内も全て5番線になってて、人々も5番線の方向を向くように配置しました。ジオラマでは地下ホームの視認性を高めるために地上の地盤をセットバックしました。そして5番線側は実物と同様に架線を再現しました。セットバックのおかげで目立ってくれます。セットバックの地面のトンネル部分はトンネルのコンクリートの中の鉄骨を遊び心で再現してみました。5番線は完全に地中に埋設される形になります。こちらはアレンジをして合体架線を再現しました。合体架線作るのすっごく楽しいです。トンネル区間のケーブルトラフからケーブルがニョキッと出てホームの壁の上に伸びるケーブルを再現しました。ケーブルは壁の上の部分で外肢に支えられながら壁伝いに設置されていました。その壁面はプラ板を一枚一枚接着したので立体感が出てくれました。また壁面は駅名標も設置しています。ホームにはホーム柵を設置しました。電車の到着を待つ人でにぎわう姿を再現しています。ホームの端にはエレベーターのサインを再現しています。本来は階段のところに設置した壁の脇にエレベーターへの通路を作りました。通路は実物と同様にそのまま奥に伸びていて、突き当たりにエレベーターがあります。なお通路の壁は視認性を高めるために一部柵に変更しています。トンネル区間のケーブルトラフからは完全に妄想でケーブルが出ている姿を作ってみました。信号関係に詳しいわけではありませんので完全なる妄想なんですけど、楽しい仕上がりになってくれました。一部の点検蓋は取っ手を立体的に再現しています。今回もいろいろと挑戦してみました。機械箱の周辺のケーブルも完全なる妄想で無造作に波打っている状態を再現しました。でも想像しながら作るって楽しいです。6番線の線路のトンネルの壁面にはケーブルを再現しました。数箇所にケーブルをトンネル壁面に固定する部材を再現してて、機械箱を経て下のケーブルトラフにつなげています。ここからはジオラマの夜景をお楽しみいただきます。このジオラマでは高架ホーム、駅舎、地下の多摩川線のホームに照明を組み込みましたので、それらをご紹介してまいります。地下にある多摩川線のホームはやはり夜景といいますか暗くすると引き立ってくれます。地上の多摩川駅の駅舎のコンコースやホームの光が夜桜を演出してくれます。ホームの光も半透明の部分から漏れてくれていい感じです。東口の出入り口と高架ホームが映るこの画角は夜景でも存在感があります。コンコース内は自動改札や各路線の乗車案内、注意看板や行き交う人々、駅からの光で照らされる
夜桜、自動販売機やコインロッカーとそれらを使用する人、そしてさまざまなドラマをニヤニヤしながら再現しました。高架ホームでは夜桜の脇を菊名方面に電車が出発します。その高架ホームで一番再現したかった半透明の壁です。ホームの光が透けてくれました。やんわりと電車のシルエットが透けてくれます。夜景でもさまざまな電車が似合ってくれます。特急元町中華街行き電車が玉川駅を通過します。高架ホームは夜景だと少し違った雰囲気に感じるのは私だけでしょうか。高架線はホームからの光が武蔵小杉寄りの線路を照らしますので、高架線路にある柵や天窓もよく見えてくれます。またホームの端にあるはしごや柵もライトアップされているかのようです。東横線と目黒線のホームのにぎわいも明るく照らされています。ジオラマの夜桜をお楽しみください。もう満開を過ぎて散り始めた桜を再現したんですけど、駅のコンコースや高架ホームからの光で夜桜を楽しむことができます。それではここからはおまけとしまして、今回ご紹介しました玉川駅みたいに特定のスポットを再現したジオラマに他車線の車両を展示して撮影したり走行させてみたり、汎用的に楽しむ方法を考えてみたいと思います。今回の玉川駅は駅舎正面に駅名看板もありまして、それが映り込むとあまりに玉川で、いや玉川って見えてるしってなってしまいますが、逆説で考えればこの玉川駅の看板さえ映らなければそこまで玉川駅ではなくなるかもっていうわけで、一番の特徴をぼかしてみます。画角を変えて玉川駅の看板を隠したりして駅名が入らないように撮影すると、他車線の車両をジオラマの正面から撮影してももしかしたら似合ってくれるかもしれません。このように角度を変えた上で高架線の部分だけをクローズアップしてあげれば特徴的な高架ホームの壁も映りませんし、これもいいかもしれません。高架線路は少し斜め上から撮影してあげると玉川駅の大きな特徴が映らないので、どことなくどっかにありそうな高架線に見えなくもなさそうです。ジオラマの端の少し左下から右上に向かって撮影するようにすれば、ジオラマの左手の中途半端な部分、架線中を途中で切っている部分ですね、これが少しぼやけてくれたり、もしくは高架線の柵、これもいい感じで映り込んでくれそうです。高架線のホームはジオラマの裏側の上空から撮影して、奥の線路の部分、側壁のすぐ脇の線路に車両を乗せてあげれば玉川駅の壁が見えなくなってきますので、汎用性を持たせることができるかもしれません。高架の側壁も大きく映らなければ、もしかしたら他車線の車両でも似合うかもしれないです。ジオラマの裏側の高架橋の側壁が映るようにすると別な駅にも見えてくれそうです。このように手前にピントを合わせちゃえば奥の玉川駅らしいホームっていうのちょっとぼやけてくれるんで、それもありかもしれません。またジオラマ裏側の蓋を閉めてあげて高架線路を撮影すればかなり別路線になりそうです。このように特定の場所を再現したジオラマを汎用的に楽しむには、そのジオラマの個性ある場所を隠す、見どころをわざと映さないようにするって言えばいいんでしょうかね。そして逆に汎用性のある部分をクローズアップする、これってよく見かけるよねみたいな風景を画像の中に映し込ませると有効なんじゃないかなっていうのが、私の中の結論になりました。それではここからはここまでの考察を踏まえて様々な車両を展示してみます。東急8500系は地上時代の玉川駅を走っていたのは知っているのですが、高架化されてから入線したことがあるのかはよく分かりませんが、やっぱり同じ東急の車両だけあって似合ってくれますし、玉川駅の看板が映ってもいいというか、むしろイベント入線みたいで面白いです。京急も様々な高架駅がありますので、駅名看板さえ映らなければ似合ってくれます。またジオラマの裏側から外壁があまり映らないように撮影すれば、なんとなく京急っぽくも見えてくれます。
このモジュールは03系がよく似合いますので、それならばと東武スカイツリーラインを意識してみました。急行線にもホームがあるので、草加、新越谷、越谷とか、いや通過線がないから北越でしょうか。北越だと壁が、実は私浅間台に住んでたんで、それは置いといて、この玉川駅のジオラマは関西私鉄の車両も似合ってくれました。こちらは昔能勢電車の沿線に住んでた時にお世話になった阪急電車、宝塚線のユーザーでしたので、こうした桜との共演になんだかありそうだよななんて思ってしまいます。こうして見ると豊中とか池田の駅に見えなくもないです。キリがないので最後に仙台市地下鉄線系です。八乙女と富沢は高架駅ですし、当然玉川駅なんで八乙女や富沢とはいろいろ違うんですけど、なんだかだんだんとそれっぽく見えてきました。いろんな車両をお楽しみいただきましたが、先ほど立てた仮説の通り、特定の場所のジオラマでも撮影の時にそのジオラマの特徴を映さなかったり、特徴をぼかしたりすると様々な車両を楽しめることが分かりました。地下の玉川線の上り線のトンネルは合体架線を再現しましたので、地下鉄の車両がバッチリ似合ってくれます。チリのチリです。仙石線の仙台トンネルは記憶が正しければ通常の架線だったのであれですけど、地下を走る車両なんでやはり似合ってくれます。地下トンネルは汎用性を意識して製作しましたが、いい感じで様々な地下を走る電車たちが似合ってくれます。トンネルの壁のケーブルを設置してよかったです。もうこのジオラマの全ての線路にベストマッチする03系はすごいです。下り方面の蒲田方面の線路には現地同様に通常架線を張りましたので、私鉄から JR 車両まで幅広く楽しめそうです。玉川線のホームですが、最近の地下駅の壁はカラフルなものも多いので、様々な車両を展示してもそこまでの違和感はなさそうでした。東急8500系については目を細めればなんとなく中央林間っぽく見えなくもないような感じです。ただ時代設定だけは選ぶ必要があるかもしれません。そんな国鉄時代の車両でもトンネル側なら大丈夫です。最後に皆様にお知らせをさせてください。今回ご紹介いたしました玉川駅のジオラマですが、2025年2月8日土曜日開催の東京ジオラマ展にて展示させていただくことになりました。会場は東京日本橋の名勝会館で、時間は11時から18時の間です。もしよろしければではございますが、足を運びいただけましたら幸いです。当日は当アトリエトレインの担当2人も参加予定で、他のジオラマも展示予定です。皆様にお会いできることを楽しみにしております。以上で玉川駅のジオラマのご紹介は終了になります。今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。